子供たちが着てる服もすごいボロボロですね。洋服もかなり汚れてますね。歩いているともう印象的なのはとにかくもう子供たちがすごく多いですね。どこに行っても子供たちがもうめちゃめちゃたくさんいますね。すごい重たそう。木を運んでますね、子供たちが。多分この森とかから集めてきて燃料にする、もしくは燃料にするだけじゃなくて。 How long is she taking a walk? Around 9 kilometers. 9 kilometers。 彼女は9キロもこれを背負って歩いているそうです。紛争の影響もあって非常に貧しい生活を送っている人たちが多いので、タイヤを転がして遊んでる子供がいますね。 You are playing this one。 何やらすごい歓声が。ライアムトンボキっていう武装グループに所属している人がですね、村の中歩いてましたね。彼はもともと前々の元兵士。あ、元兵士の方なんですね。元子供兵士。今日の夕飯はヤギ肉らしいんですけど、今からこのヤギさんをですね締めて、苦しまないように首切って血出してあげないと。こういうのを見てるとさ、日本の人はみんな残酷だとか言うけどさ、だけど日本人だってこうやって命いただいてるわけだからね。こちらでこう屠殺したものはそれ全部みんな無駄のないように食べたり毛を使ったりして、こう全部こうその命をちゃんといただいたりするわけだけど、我々日本人って食べ残して年間1000万人ぐらいの人が食べれるような食べ残しをするとか、そう考えると本当にどっちが残酷なのかな。アフリカ大陸の中央にある国、コンゴ民主共和国。日本の約6倍の面積があり、アフリカで2番目に大きな国です。広大な自然と豊かな天然資源に恵まれたコンゴは貧困と紛争に苦しんできました。1998年以降、コンゴ東部の紛争では600万人以上の犠牲者が出ています。紛争中に誕生した様々な武装勢力は現在に至るまで活動を続けています。コンゴ東部には100以上の武装勢力がいると推定されているのです。ハラカンタのチャンネルではコンゴの歴史や紛争をたびたび取り上げてきました。中には数十万回視聴された動画もあります。しかし私はコンゴ民主共和国にはまだ足を踏み入れたことがありませんでした。その最も大きな理由は治安の悪さです。コンゴ民主共和国の東側は治安が世界最悪レベルである地域の一つ。外務省の海外安全ホームページでも4段階ある治安レベルのうち最も危険なレベル4、退避してくださいという退避勧告が出ています。昨年の2022年には新型コロナの世界的パンデミックが落ち着き、ようやく海外に行けると思ったら、今度はコンゴの治安が悪化し、渡航するのが難しくなりました。あれから1年が経った2023年9月、ようやくコンゴ東部に渡航できる目処が立ち、ついに現地に足を踏み入れます。この動画は日本の支援団体テラルネッサンスに同行し、コンゴ東部の実態と現地の支援活動を取材したものです。現地の人たちがたくさん集まってアサンテサーナ武装勢力による事件なので、ヤギのちょん切られた玉がメキシコ風。どうも皆さんこんにちは、原寛太です。私は現在コンゴ民主共和国東部のカロンゲという場所に来ています。このカロンゲ地域一帯も1998年以降の紛争の影響をずっと受けてきた地域で、貧困や紛争の影響によって多くの人々が大変な生活を強いられています。今日はですね、このカロンゲ地域のフィールドに行って現地の人たちの生活や今私が同行している日本の国際協力団体テラルネッサンスの支援活動について取材をしていきたいと思います。だいぶ疲れが溜まってきましたが、今日も元気にやっていきたいと思います。行きましょう。今ですね、雨が降った影響で道路が非常に滑りやすくなってて、今運転手さんも非常にゆっくり運転してくれてます。というのも道路の下がちょっとこう崖っぽくなってるので、これタイヤが滑ってコントロールができなくなっちゃうと車が落ちちゃう可能性があるので、今運転手さんも非常に慎重になって運転してくれています。そしてトラックがぬかるみにはまっちゃってスタックしちゃってますね。いやー、これは
人の手でも動かないぐらい重たいトラックだと思うんで、どうやってここから次に抜けてるんですかね。ジャンボ、アサンテ様、カリブ、ジャンボ、アサンテ様、サバ Thank you。そうなんですね。ここにいる女性たちはテラルネッサンスの支援を受けて自立した女性たちの生徒さんたち、そうです。つまり支援を受けた女性が今は他の人にも教えられるぐらい、技術が上達したっていうことですね。赤ちゃんかわいい。彼は今酔っ払ってるのを。酔っ払ってるんですね。でも小川さんの名前知ってますね。知ってる人。彼は前々の元兵士。元兵士の方なんですね。子供兵士。元子供兵士。テラルネッサンスの支援を受けた女性の方が今日はいなかったので、ここはまた明日戻ってくるそうです。またですね、別の場所に移動しようと思います。Siamo camera pa. Shinjo apa Shinjo tuna cre gramme na vengena. Chef huyu. Ndio coordinator wa gramme huyo. Hapa Kalonzo. Merci beaucoup. Mzee kiongozi kama utaona tu. Haiko pale utaangalia kwa. Hapo. Au revoir. Au revoir.ジャンボサバすごい重たそう。 It's very heavy。 サバジャンボ木を運んでますね、子供たちが。多分この森とかから集めてきて燃料にする、もしくは燃料にするだけじゃなくて、こういうのを多分マーケットとかで売ってお金を稼ぐんじゃないかなと思います。サバ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  Yeah。What are you carrying? Qu'est-ce qu'elle transporte comme ça? C'est quoi ça? Sasa unabeba nini? Kama ndasema makuni nini? Makuni, bon, c'est Les bois. woods for Fire? fire. Yeah. Is she selling or is that for her house? Est-ce qu'elle vend ou bien Non. pour les maisons? For their house, For their house, Yeah. not selling. not selling. Okay. I think it looks very heavy. How long is she taking a walk? Sasa unatokea wapi? Kalimbi. Oui, c'est très loin. Très loin. Oui, oui. À peu près combien de kilomètres? Around 9 kilometers. 9 kilometers. Wow. 彼女は9キロもこれを背負って歩いているそうです。Okay. Merci beaucoup. Asante. Asante sama. 子供たちが着てる服もすごいボロボロですね。こう穴が開いちゃって。サバ？こんな感じですごい穴が開いちゃってますね。ここにも穴が開いちゃって。洋服もかなり汚れてますね。こっちの子供もすごいズボンがボロボロ。サバ？もう歩いているともう印象的なのはとにかくもう子供たちがすごく多いですね。コンゴ民主共和国は世界的に見ても女性1人当たりが産む子供の数が非常に多い国ですし、かつこの今私がいるコンゴ東部は紛争の影響もあって非常に貧しい生活を送っている人たちが多いので、子供たちがですねマラリアとか下痢になって病気で
命を落としてしまう確率が高いんですね。そのため女性が産む子供の数も多くなる、過去の YouTube にアップした動画で解説したことがあるかと思います。とにかくこうやって歩いてると子供たちがすっごいたくさん寄ってきますね。サバボンジュアサンテカンタカンタカンタアグナマダだアサンテサバwengine wanatoka kidogo sasa waache naenda kwanza kwa Only these two. Yeah. 今いる場所はテラネサンスの要塞訓練を受けて、で10年前に自立をしてこの要塞店を開いた、女性なんですけど、この女性自体は、その当時紛争の影響で、身体的にも心理的にもネガティブな影響を受けていて、で自分も家族もその収入がなくて、要塞の仕事をする技術を手にして、で10年間要塞店を続けてこれた人で、結婚することもできて、で子供も今5人いるんですけど、出産するごとにお店を休まなきゃいけないので、そうすると収入がない。加えて逆に子供ができると出費が増えるので、それを乗り越えていくのが大変だったって話を今聞いていて、コロナ禍に入ってから、かなり収入が落ちたんですよね。お客さんも減って、ただそれはなんとか乗り越えたんだけど、ただその彼女のやっぱ周りにいる彼女と同じような、境遇の女性たちも仕事がなくて子供の学費も払えなかったり、時には食材を買うこともできないという女性が、周りにたくさんいたので、今は彼女自身もまだ生活は裕福ってわけではないんだけれども、その周りの女性たち、そういう女性たちに10ヶ月間の要塞の技術訓練をこのお店の中で実地でお店もやりながら商品も作りながら教えてるっていう状況で、今テラネサンスとしては元受益者もかつて私たちの支援を受けて自立した要塞をしている女性が、さらにその技術をその近隣の貧困層の女性たちにも支援したいっていう、そういう申し出本人たちからも聞いて、できるだけ私たちもそれをプッシュアップできるようにということで、彼女がその近隣の女性たちに要塞を教える時のマテリアル、布であるとかそういった材料を提供して、できるだけ彼女たち自身の収入も確保しながら、で彼女たちがその技術をそれ以外の地域の人たちに広げていくっていう取り組みを私たちも後押ししているっていう状況です。コンゴ東部の紛争は低強度紛争というふうに呼ばれることがあります。つまりずっとその戦闘が起きているっていうわけではないんですけれども、断続的に特にですね夜間になるとこの地域一帯で活動している武装勢力が村を襲撃したり、武装勢力同士の衝突が起きたりする、そういった低強度の紛争がずっと長引いている関係でインフラの整備とか、そういったことが進まずにですね、例えばこの道も見てもらえば分かると思いますけれども、本当に舗装されてませんし、病院に行くことができない人たちが多かったりとか、教育を十分に受けられない人たちが多い。紛争によって直接的に命を落とすっていう人の数はそれほどは多くないんですけれども、今後紛争、1998年以降でも600万人以上の方が犠牲になっているというふうに言われますが、そのうちの、ほとんど9割ぐらいがですね、その紛争の影響によって、間接的にですね医療を受けられなかったりする、そういったことが原因で命を落としている人たちが、多い。紛争が現地の人たちの生活に大きな影響を与え続けているということがわかるかと思います。じゃあみんなバイ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 。Jambo. Asante sana. Asante. Customer iko? 2軒目のお店に来ました。こういった感じの要塞店がですね、このカロンゲの村のいろんな場所にあるみたいで、テラルネッサンスが支援をして訓練を受けた女性がこういったお店をですね自分で開いて開業しているそうです。でその開業した方が今は同じような境遇の女性たちに今度はミシンの使い方を教えるっていう
今度は先生の役割をしている、それのですね2軒目にやってきました。タイヤを転がして遊んでる子供がいますね。大体アフリカの貧しい村とかに行くとね、タイヤがね子供たちの遊び道具になるんですね。Let me see, this is タイヤ。Okay. You are playing this one. Thank you, thank you. Thank you, thank you. サバジャンボジャンボジャンボ。もうどこに行っても子供たちがもうめちゃめちゃたくさんいますね。ただの白い人間がいるとめちゃくちゃ珍しいのでみんな集まってきちゃうんですけど、本当に子供ばっかり。やっぱ年齢もすごい低い感じですね。なんか本当に見た感じ5歳よりも下の子供たち、多分3歳とか4歳とかそれぐらいの子供たちがたくさんいる感じですね。何やらすごい歓声が流れ始めたので、あれですね、テラルネッサンスの小川さんが起点毛を現地の女性たちにプレゼントして、それで現地の女性たちがすごい喜んでいる喜びの音楽を歌っているそうです。感情表現がすごい豊か。女性たちが喜んでるのは起点毛をもらって嬉しいからですかね。そうすごいなんか感情表現がストレートというか。でも一応ここの子たちは本当頑張ってて、4人、うちの職業訓練卒業してお店開いたんだけど、ここももう10年近くかな、彼女たちだけでビジネスやってて、すごいですね。コロナ禍でやっぱりもう周りの人もすごい大変になって、で彼女たちも前回来た時は生徒が7人ぐらいだったんだけど、今11人生徒がいて、その子たちに洋裁の技術を教えながら自分たちも仕事してて、でミシンも今2台しかないんだけど、こう使い回しながら生徒たちに自分たちの使うミシンも足りないんだけど、もうそれでも生徒たちに、技術を教えようっていうので、今回、手渡したマテリアル材料も、彼女たちがその生徒たちが教える時に使う用の布だったり、実地なので練習の中で作ったものもお店で販売するようにしているので、それで少しにも収入にも、なるということで、ここの子たちの今の収入っていうのは、やっぱり低い時と高い時があるんですけど、クリスマス前とかその需要が高い時は$100とか$100以上月に儲けてたりとか、月に$10とか$30の時もあるんだけど、かなり生活も安定してるグループ、あとはその彼女たちの技術を学んだその他の女性たち、若い子も10代の女の子もいるんだけれども、その子たちの中にはもう親もいなくて、でも自分の仕事もなくて、学校にも行けなくてっていう子たちが今ここでなんとか手に職つけて生活できるようにってことで、頑張ってるので、テレネサンスの施設を卒業した子たちが次の誰かに技術を伝えて、彼女たちが支えられる、サポートを受ける側から支援をする側になってほしいなっていう思いもあって。彼はコンゴの金鉱山で働いているみたいです。小川さんとは以前から知り合いみたいで、あさって時間があれば彼が働いている金鉱山ですね、直接見に行こうかなと思います。ラカンタの YouTube でもコンゴの鉱物の問題をたびたび取り上げてきましたが、実際に現場に行ってですね、鉱物採掘の様子などを見たいと思っています。今映像には多分映んなかったかな、ライアム・トンボキっていう、武装勢力、武装グループに所属している人がですね、村の中歩いてましたね。武装勢力とか聞くとなんかすごいおっかないイメージを持つ方もいるかもしれないんですけど、もうこういうずっとこう紛争が続いている地域だと、そういった武装グループの人がですね、村人と、ある意味共存して生活をしている、そういった状況があるみたいですね。街中でそういう武装勢力の人間が普通に歩いているっていう、なかなかそういう経験もしたことがないんでちょっと緊張しますね。
はい、ということでカロンゲ1日目、今村の中回っていろんな人たちから話を聞いて暗くなったんで戻ってきました。あんまり夜遅くに出歩くとちょっと危ないみたいなんで、これぐらいの時間には戻ってきましたが、人によってはねちょっとね胸が痛くなる人いるかもしれませんが、今実は僕の目の前に今日の夕飯はヤギ肉らしいんですけど、今からこのヤギさんをですね、締めて料理して、いただくということです。アフリカでずっと活動してきましたが、実は僕ヤギを締めているその場面って生で見たこと多分一回もないんですよね。たまになんかお肉屋さんとか行くとヤギの断末魔が聞こえたっていうことはよくあるんですけど、目の前で締めてるの見たことないんで、今日は締めてるところを見させてもらいつつ映像も撮れたらなと思います。いただきます。でも屠殺する時って結構もう一気にガッていくんですね。そうですね、早く苦しまないように首切って血出してあげないと。こういうのを見てるとさ、日本の人はみんな残酷だとか言うけどさ、だけど日本人だってこうやって命いただいてるわけだからね。だから僕たちの目には見えないところで工業型畜産ですよね。工場になっちゃってる。だからなんか時々思うのはさ、こうやって屠殺からやってると残酷なように見えるけど、でもどっちが本当に残酷なのかなって思うことがあって、私たちはこっちにアフリカにいるとこうやって屠殺してでその命をいただいて生きてるわけだけど、でもそれって先進国の日本人だって同じじゃないですか。こちらでこう屠殺したものはそれ全部みんな無駄のないように食べたり毛を使ったりして、こう全部こうその命をちゃんといただいたりするわけだけど、我々日本人って食べ残して年間1000万人ぐらいの人が食べれるような食べ残しをするとか、で肉だって本当にこうなんか平気でこう食べ残しちゃったりするわけで、そう考えると本当にどっちが残酷なのかなっていう。確かに日本だと食品ロスとかもめちゃめちゃありますからね。そうこういう生活をしてる人のことをこう未開人だとかっていう人もいるけど、でもやっぱりこっちにいると本当に無駄なことはしないので、本当に未開なのはどっちなのかなって時々自分自身も分からなくなることがある。なるほど。本日の夕飯はゆでバナナとさつまいも。もうすぐしたらさっき締めたばかりのヤギも食べられるそうです。じゃあさつまいもいただきます。美味しいですね。めっちゃ美味しい。甘みがしっかりしてる。美味しい。すごい美味しいです。こちらのお肉が先ほど屠殺したばかりのヤギのお肉です。こんな感じになりました。さっきまで生きていたっていうふうに考えると改めて本当に命をいただいているんだなということを実感しますね。臭みあんまりないです。なんか噛み応えがなんかしっかりしてるのがいただきました。今日はですね、このままコンゴ東部のカロンゲという村の中に宿泊をしますので、今夜僕が泊まる部屋をですねちょっとご紹介をしたいと思います。ではこちらついてきてください。今はですねテラルネッサンスさんの、事務所兼、住居に宿泊をさせてもらっています。こんな感じで一応電気はあって、これは日中太陽が出てる時に、ソーラーパネルを使って発電した電気を、夜間に使っているということです。ここが今日僕が泊まる部屋ですね。本当にこのシンプルな作りなんですけど、ベッドがあって、こんな感じで蚊帳は一応あります。このカロンゲは比較的標高が高いのであんまり蚊はいないんですけど、ただね蚊に刺されてしまうとマラリアを発症してしまうリスクがあるので、一応こういったちゃんとした蚊帳を飼って寝ています。あとはもう本当にこの、机が1個あって、それからこれはゴミ箱でもあるんですけどシャワーとかがないので、この中に、水を汲んで、雨水とか溜めといたやつ、あとは糸で汲んだ水とか、そういった水をですね
この中に入れて、外でこう水浴びをして、体を流すっていう感じです。ここに泊まるのは3泊なので、できる限りねそのコンゴの人たちの生活に迫るためにもカロンゲという場所で残りの期間を過ごしたいと思います。今回もね体張って現地で撮影していますので、少しでも今回の動画面白いと思ってくださった方、ぜひ高評価ボタンで応援よろしくお願いします。コメント欄での感想も聞かせてください。他のチャンネルではまず知ることが難しい世界の問題を分かりやすく取り上げていますので、チャンネル登録がまだお済みない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ハラカンタの海外取材はハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様からお寄せいただく資金で成り立っています。ハラカンタの YouTube 活動を応援してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄のリンクから公式ホームページご覧ください。ということで、この薄暗い部屋でお別れするのもちょっとねどうかと思いますが、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゴーバーゴーバーゴーバー。